ごきげんよう、世界史の時間です。第一次ポエニ戦争ももう随分長くやってきましたが、第4回ですね。今度こそ決着つけます。海外領土の獲得。はい、前回、ローマはカルタゴ本国を攻めるべく、北アフリカ上陸作戦成功したわけなんですが、結局ね、司令官のレグルスがポカをやりまして、でレグルス自体が捕虜となり、そして逃げていくローマの兵隊、嵐にあって全部沈んじゃったという、そこまでやったんだよね。でもね、ローマはこれでめげませんでした。全財産使い果たして、政府がっていうことだけどね、なんと140隻の軍艦を再建するんですね。新しい兵隊、みんな水に沈んじゃったので、海に沈んじゃったので、新しい兵隊も徴収します。戦う気満々です。これに対してカルタゴの方なんだけれども、ローマが攻め込んできたことをきっかけに、抑圧されていた周辺の民族が反乱を起こしました。これを鎮圧しなければならなくって、こっちの方に手を焼くことになるわけですね。いうわけで、シチリア島の方なんだけれども、結局カルタゴはこっちまで手が回らない状態になりました。ちょうどよかったので、ローマは新しくできた軍艦と兵隊でパノルモスを攻撃、そして占領することに成功します。さて、その翌年なんだけれども、1253年のことです。ローマは再び北アフリカに攻め込みます。だけどこれは本格的なね、カルタゴ本国を攻めるとかっていうやつじゃなくって、北アフリカの沿岸地帯を荒らし回るぐらいで帰ってきたらしいんだよ。問題はこの帰ってきた時なんですね。また嵐に遭います。そして軍艦150隻を失うという大損害を被ってしまうわけですね。はい、というわけで、シチリア島がまたメインの舞台になるので、ぐるっとちょっとアングル変えてみます。はい、こんな感じで、カルタゴとシラクサとアクラガス、そして今回の舞台になるパノルモスですね。ここがパノルモス。で、カルタゴは反乱鎮圧で手一杯です。その隙に、いただきます。なんて感じで海と陸からパノルモスを攻める。そして、あえなくパノルモス陥落。ローマの軍門に下ることになります。この後、こんな感じで北アフリカ沿岸を荒らし、帰る途中、そんななんて感じで全滅してしまったわけですね。嵐で沈んでしまう。ほんと嵐に弱いんだよ、ローマの海軍って。後でその理由も説明するけれど。はい、カルタゴだってやられてばっかりではありません。前251年のことです。パノルモス奪還作戦を敢行するわけなんだけれども、なんと失敗してしまいます。それだけではなく、貴重な戦像をほとんど失うという大損失を被ってしまいます。さて、カルタゴもね、パノルモス奪還作戦失敗しちゃって、これまずいなっていうところがあったわけだよ。確かに、カルタゴも犠牲者あったけれども、ローマもね、軍艦嵐で沈んでいるし、そろそろ向こうも和平乗っかってくるんじゃないかと、そういうふうにカルタゴ政府は考えたようです。そこで、前250年、捕虜にしていたレグルスですね、これを使って和平交渉を進めようと考えたわけだ。レグルスに、交渉失敗したらカルタゴに戻ってくるんだよ、約束だからね。で、分かった。帰ってくるよとレグルスは約束したわけです。その条件付きでローマに返します。いわゆる交渉役にレグルスを使ったってことなんですね。実際ローマの元老院もあまりにも犠牲が多すぎたっていうんで、この辺で和平してもいいかなっていう方向に話は言っていたようで、そこにレグルスがやってきて、なんとレグルス元老院議員たち叱り飛ばすわけです。何を言っているのかと。これまで犠牲になった仲間たちの魂どうやって慰めるんだ、負けるなんてのは許されねえんだ、徹底抗戦だ、戦えっていうふうに言うわけですね。で、結局元老院議員たちも反省しまして、そうだよね、レグルスの言う通りだ、最後まで戦おうなんて言って、結局話は和平交渉拒否ということで進んでいってしまいました。レグルスは結局交渉失敗したから帰らなきゃいけないってことになるわけですね。いうわけで約束通りカルタゴに帰ることになります。当然ながら失敗の責任を取って拷問かけられた上、処刑されることになるんだけれども、それでね、これ前回も紹介したレグルスが帰るところ、カルタゴへ帰るレグルスっていうことなんだけど、家族たちがやめてくれ帰らないでってこう悲しみながら引き止めているところなんだけどね。するとレグルスは、もし俺が帰らなかったら
カルタゴの奴らは思うだろう。ああ、ローマ人ってそういう約束も守れないようなしょうもねえ奴らなんだと。外国の方々、ギリシア人だっていいし、ガリア人だっていいけれども、みんなローマって大したことないねと見下すに違いない。だから俺は約束を守って帰るよと。で、カルタゴでしっかり殺されてくるから、お前らローマ人としての誇りを持てと言って帰っちゃったっていうシーンなんですね。かっこいいんだろうかまあちょっといろいろ考えるところもあるわけなんだけれども、いうわけで、前249年のことです。ローマはシチリア島に残されたカルタゴの最後の拠点ですね。リルバイウムとドレパナっていう、本当に西の端っこの2つの町、これをもうとどめさせちゃおうと、海上封鎖することになります。でもね、なんとこの包囲がガバガバすぎちゃって、何度もカルタゴの船に突破されちゃうんですね。で、この2つの町にどんどん補給物資を送られてしまいます。こりゃまずいっていうんで、恥ずかしいってのもあったんだろうね。屈辱ってのもあったんだろうね。だって、船でがっちり包囲しているはずなのに、スパスパ入られて補給されちゃったわけでしょ。もう、ここはドレパナの町。港町なんだけれども、これを一気に奇襲して、もう占領してしまおうと考えたわけです。いうわけでね、軍艦120隻を揃えて、ドレパナ港へと進撃していく。これ、闇夜に紛れての奇襲攻撃を企てたんだけれども、明け方に察知されちゃって、結局だから夜中のうちにやれなかったんですね。朝が来ちゃって、逆に返り討ちに遭い、なんと120隻中93隻がやられてしまうということになります。それでここ書いちゃったんだけれども、もうその直後にね、この包囲している艦隊への補給物資を送る軍艦も艦隊も嵐で全滅しちゃうんですね。一方カルタゴは一隻も沈んでいません。もうこれはカルタゴ側の圧勝でした。本当に久方ぶりのカルタゴの勝利って感じなんだけれども。はい、というわけでリルバイウムとドレパナですね。本当にシチリア島の西の端っこにある2つの町です。もう拠点はここしか残っていません。これがその2つの町。んでもって、さあ始めようか。なんて感じで包囲が始まったんだけれども、どこ見てんだ？話にならん。なんて感じですっかすかで補給されちゃったわけですね。で、こりゃたまらんって言うんで、ひねり潰してくれるわ。なんて感じでな、残念でした。返り討ちにあってしまうわけですね。加えて、みんなごめん。こんな感じで補給部隊も全滅してしまうわけです。ローマは本当嵐に弱い。じゃあなんでこんな嵐に弱いのっていうので、ちょっと原因3つ挙げてみましょう。嵐に弱いローマの軍艦、その原因ですね。まず一番でかかったのがこれですよ。コルース。無敵のコルース。10メートルぐらいの長さあるんだけれども、これは実戦で使うときは、立ててあるわけですね。つまり1トン近くあるとても重いコルースという装置が軍艦の前方に突っ立ってるわけです。もうこの時点でもう前と後ろでバランスが悪すぎるわけですね。だからちょっと嵐が来て大風吹いて横波に当たってくるとすぐパッタンって倒れちゃう。で沈没しちゃうわけですよ。まずこれ致命的な弱点があったんですね。プラス、ローマ人もやっと海戦デビューっていうところでまだまだ操船が未熟だったということ。あとね、これも一つ大きかったね。ローマ人司令官の慢心っていうのがここに書いたんだけれども、これですね、慢心って書いたんだけれども、勝ちを何度も何度も繰り返していくうちに、ローマの方も余裕が出てくるっていうか、調子こいてくるわけですね。実際に海での戦いだから、ギリシア人のベテランのその操舵士、いわゆる船乗りたちも動員しているはずなんだ。で、彼らは、例えばね、この季節は嵐が多いから今船出するのはダメですよとか、このルートは本当に海流がやばいのでこの時期ダメですよとか、そういうアドバイスをしていたらしいんだよ。でもローマ人の司令官はうるさい生意気だみたいな、俺が全部決めるなんて言って言うこと聞かずにそのまま出港しちゃう。で案の定嵐にあって全部沈んじゃうなんてことを3回繰り返したということですね。そりゃあねえって感じがするわな。はい、というわけでローマの艦隊はほぼ壊滅しました。お金ももうありません。
というわけで、ローマが艦隊を再建するには、これから7年も時間がかかってしまいます。その間、ほぼ軍事的な行動は、海軍での、海でのってことでね、ほぼ取れなくなったっていうことですね。カルタゴとしては、これは千載一遇のチャンスのはずだったんだよ。でもね、行動に移さなかったんですね。つまりローマやっつけようという方向で。全く別の方向で行動を起こすことになるんだけれども、実はカルタゴって以前から農業拡張派、つまりアフリカの方に領土を拡張していこう、陸の方ってことですね。と、貿易振興派、つまりもっと海へと進出していって、どんどん貿易をして儲けようっていう派閥があって、この二大勢力がずっと対立していた、政情不安定な状態っていうのが結構続いていたようで、そしてこのシチリア争奪戦の時には、地主の方、つまり領土拡張、内陸部へってことね、アフリカの内陸部へ領土を拡張しようと主張するハンノ・ボミルカル、通称大ハンノって言われている人が結局は政権を担っていたわけですね。なのでそっちの方にお金使いたいと、金のかかる海軍の縮小っていうのを主張していました。あと一歩でローマを倒せるっていうのに、シチリアを奪い返せるっていうのに、海軍縮小しようって言うんだよ。で、実際にこの後、全244年に大幅縮小を実現させちゃうんですね。でもこれ結構不可解っちゃ不可解なんだよね。だってシチリア島を手に入れられれば、大地主だってね、その土地が手に入るわけだから、しかもシチリア島って小麦の大生産地なので、絶対有利だったはずなんだよね。じゃあなんで大反応は北アフリカにそんなこだわったのかっていうことだね。どうもね、楽観主義っていうか、ローマはもう艦隊がほぼ壊滅しちゃって、で、立て直せないわけですよ。だから、放っておいても勝手にシチリア島を放棄して出ていくだろうなんていう風に、まさに楽観主義だよね。なんていう考えに陥っていたようだね。だから、もうカルタゴも金のかかる海軍いらないでしょっていうんで、大幅縮小に走っていくわけだな。結局はこれが後で大きく、未損じっていうんですか、いう方向で、カルタゴにとっては大きな損失になっていくことになります。でもね、大反応には強力なライバルがいました。それがハミルカル・バルカっていう人です。もちろん戦争継続、ローマとは最後まで戦おうぜと主張する一派っていうことなんだけど、そのリーダーがハミルカル・バルカと言います。この人、後に出てくる超有名なハンニバルですね、のお父さんにあたる人です。バルカ家っていうのはもともと非常に名門で、カルタゴでもっていうのかな、フェニキア人の中でも有能で、そんな中でもハミルカルとハンニバルは親子2代にわたって名将と称えられる有能な人物だったわけです。この人がハミルカル・バルカ。もうこんな荒い映像しかなかったんでちょっと申し訳ないんだけれども、このバルカ家のバルカってね、来航って意味なんですね。もうまさに将軍職をやれと神が言っているようなっていうか、もうそのために生まれてきたっていうような、そういう人がこのハミルカル・バルカでした。というわけで、このハミルカルがわずか1万弱の傭兵を与えられ、これで残されたリルバイウムの町を守ってこいなんて命ぜられるわけですね。仕方なくハミルカルは行くわけなんだけど、とりあえず物資も不足しているので、これを補給しようと。カルタゴ本国がくれないので、自分たちで補給するしかないんですね。というわけで、なんと南イタリア沿岸、ローマの本拠地狙って略奪して、それで補給するんです。これもすごいし、次がもっとすごいんだけど、なんとパノルモスの眼前です。目の前のヘイリクテイ山っていうところがあるんだけど、ここに敵前上陸を果たしちゃうんですね。恐ろしいの。本来の目的はリルバイウム防衛なわけなので、なんでパノルモスの敵前上陸なんてやったかって言ったら、これはパノルモスという大都市を奪い返すことができれば、ここを後配地として補給地としてリルバイウムを背後から守ることができるだろうと考えたわけです。おそらくはね。だけれども残念ながらパノルモス奪還することには失敗したようで、3年後のことです。全244年に場所を移します。エリュクテ山というところなんだけれども、ここはローマ軍がリルバイウムを攻撃するための拠点にした山だったんですね。つまりこれを奪い取っちまおうというわけで、ここに攻撃を仕掛けるわけです。実際中腹までは占拠することに成功したんだけれども、山頂に今日構えているローマ軍を落とすことはできなくって、結局ね、山頂のローマ軍と麓に集結したローマ軍に挟み撃ちにされてしまうという状態になるんですね。だけれどもこっ
からね、ハミルカルバルカ頑張るんですね。ゲリラ戦を展開し、以降、停戦まで6年間あるんだけど、一度もローマに負けることはありませんでした。ただし、エリクテ山に釘付けにされてしまうので、奪われた都市を奪還することは一個もできなかったようですね。はい、というわけで、まずはパノルモスへ移動します。ほんと目と鼻の先なんだけど、このドアップになった山ですね。この部分がヘイルクテイ山で、向こう側にちょこっと見えるのがパノルモス市街です。で、この山に向かって出てきたハミルカル。山に陣取ります。そしてこのパノルモスの町を攻撃しようとするんだけど、これは3年かかってうまくいかなかった。そこで場所をもっともっと本来守るべき場所に近いこちらですね。エイリュクテ山へと移すことにしたわけなんだけれども、もう眼前に広がっているこれがドレパナの町です。この辺の岬になっている先っぽですね。これはドレパナの町なんだけれども、今もうこんなに広がっているけれども。で、これをまさに見下ろすように、山頂にローマの軍隊が今日構えていた。それに対して、こんな感じでやってくるわけですよ。だけれども、まだまだ負けられないんだ。ちょっとしつこいかな？こんなはずでは。なんて感じで、結局ハミルカルはこの山の中腹に釘付けにされてしまうんだけれども、逆にローマ軍もハミルカルが怖いからっていうか、彼を野放しにしていたら、逆にローマ軍の方が、このドレパナとか向こうのリルバイムですね、こっちの方にあるけれども、この辺りを包囲しているはずなのに、逆にその背後取られてやられちゃうわけだよ。だから、彼がここにいる間、ローマ軍は有効な軍事行動を取れないってことなんですね。ハミルカルバルカはあまりにも強すぎて、ローマの軍隊勝てません。そういうわけで諦めました。ハミルカルバルカ攻略は。勝てないんだったらば、まあ、兵糧攻めにしてやろうってことですね。補給を断って、で、お腹空かせて降参するのを待とうということです。そのためには、海から補給されている、この補給艦隊っていうね、カルタゴの補給艦隊を当選簿しなければいけないわけですね。でも、ローマにはすでに有効な艦隊がなかったわけです。嵐でみんな沈んじゃったから。そこで一大決心をするわけですね。ついに7年ぶりに艦隊再建を決意します。だけれども、もうローマ政府にはお金がありません。そこでこっからがすごいんだけれども、なんとローマの貴族たちとか超金持ちたちが、政府に金がないんだったら俺たちが出すよって言って、金持ち一家につき一隻の船を用意するんですね。軍艦作るんですよ。そうやって瞬く間に艦隊を再建してしまいました。この辺がローマのすごいところで、もうだから国民全員が兵隊なんですね。カルタゴは違うから、もう商人の町だから、基本的に戦いは傭兵に任せるって感じなので、そこまで自腹切って戦おうとは思わないわけだね。この辺がやっぱりローマとカルタゴの大きな違いだった。紀元前242年のことですね。なんと5段回戦200隻も用意しまして、そして今度こそ負けないように、つまり嵐で沈まないように、まずは兵隊を浅瀬で徹底的に鍛え上げます。で、水兵の連度が上がってきたので、もうコルースいらないと。ガチのガレー戦ですね。激突する戦い方、あれで勝負しようってことになります。つまり、嵐に弱くなっちゃうコルースは、ここで捨てることになります。でもね、カルタゴだってもちろん黙っちゃいないわけだよね。1回は大幅縮小した艦隊を250隻からなる艦隊としてまた再建することになるわけですね。こうして両者準備整いました。決戦は前241年のことです。アエガデス諸島沖の海戦。結果はローマが完全勝利を果たし、これで勝敗は決することになります。はい、というわけでさあ始めようか。まあなんかあっさりって感じだけどね。
こうして第一次ポエニ戦争、決着がついたわけです。いや、長かったね。こうしてカルタゴはもう戦う意欲をなくしました。そこでローマに和睦を持ちかけることにしたわけなんだけれども、その全権大使がハミルカル・バルカ、彼が選ばれるわけですね。で、ローマは、実際にローマももう本当に大変な損害だったので、もう23年も戦ってるからな。第一次ポエニ戦争だけで23年間あったんだ。とにかくこの和睦を受け入れて、こうして戦争は終わることになるわけなんだけれども、じゃあ、その講和の内容ってどんなだったのかね。大きく分けて5つあります。とりあえずシチリア島はローマがいただきますよ。カルタゴは出てってくださいということになりました。それからシチリア島の周辺にあるリーパリ諸島とかアエガテス諸島、戦いの舞台になったところだね。これもいただきますよと。それから問題っていうかね、事の発端となったシラクサ、これはローマの傘下に入っている。まだ独立はしているんだけれども、一応同盟国としてね、対等ではないけれど、同盟国としてシラクサが仲間になったので、ここへはカルタゴはもう攻撃しちゃダメよっていうことです。ローマ人の捕虜がたくさんいます。なのでこれはタダで返してください。しかしカルタゴ人も捕虜となってローマに囚われているわけだけど、これを返してほしかったらちゃんとお金払ってね、身代金払ってねっていうことです。そして最後が賠償金ですね。2200タラント、これを10年ローンで、1000タラント即金で払えと。だから全部で合計3200タラントっていうことなんだけど、1タラントは銀およそ 26kg です。莫大な賠償金だね。これどうやって返すんだろう。でもカルタゴはこれちゃんと返しました。さて、そんな感じでね、ローマはついにイタリア半島以外に領土を獲得することになりました。イタリア半島以外の海外領土のことを属州と言います。だからシチリア島が最初の属州になります。これ入試でよく聞かれます。最初の属州ってどこ？これシチリア島って答えればいいわけだね。はい。というわけで、開戦前はこんな感じで勢力圏3つ。ローマ、カルタゴ、そしてギリシアってあったわけなんだけれども、こんな感じでシチリア島がローマの属州となったわけなんだけれども、見えるかな、ここシラクサのところ、シチリア島の隅っこの部分、南の隅っこの部分はシラクサの領土として残されています。だからシラクサはまだ同盟国なわけなんだけれども、ローマには飲み込まれていません。飲み込まれるのはもうちょっと先の話になります。でね、まだ終わんないんだよ。傭兵はお金で雇われてるわけだから、戦争終わったんでお給料払わなきゃいけないわけですね、報酬を。だけどね、指導者大反応。なんと今政府にお金ないんで安くしてくんねって値切ったんですね。さすがに傭兵たち頭きまして反乱を起こしました。2万の傭兵が反乱を起こす。するとそれに呼応してずっと抑圧されてきた周りの民族たちもなんと7万人からなる反乱が起きたわけですね。2万の傭兵と合わせて9万人ですよ。これが大挙してカルタゴを攻めてきました。結局この反乱鎮圧するのに4年もかかっちゃうのね。最初は大反応が指導してなんとか鎮圧しようとするんだけど失敗しまして、結局はハミルカルが出てきてなんとか鎮圧に成功します。そしてこの鎮圧が終わった瞬間です。どさくさに紛れてローマがコルシカ島とサルデーニャ島を制圧します。属州がこれでまた増えたということですね。はい、こんな感じです。こうするとね、イタリア半島があってシチリア島があってサルデーニャ島、コルシカ島ってあるわけなんだけれども、ちょうどこの三角形の海、ティレニア海っていうけど、ここは完全にローマの内海になったわけですね。今明るいピンクで示したけれども、ここ大きいでしょう。もうここにはカルタゴの船は一隻も浮かべられないからね。このサルデーニャ島とコルシカ島を手に入れたって、いや見た目以上にでかい収穫だったわけですね。はい、というわけでようやく第一次ポエニ戦争は終わりを迎えることになりましたが、最後にサルデーニャとコルシカを奪ったこと、当然カルタゴは納得していません。というか完全に恨みを買いました。
これが第二次ポエニ戦争の大きな引き金になっていくわけなんだけれども、その辺の話は次回に譲りたいと思います。というわけで、今回の動画いかがだったでしょうか？気に入っていただけたら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。作っている本人、本当に喜びます。というわけで、次回第二次ポエニ戦争始まります。乞うご期待、ごきげんよう、さようなら。